こんにちは、MD ジャックです。今回はエントリーモデルの TWS です。レビュー待ちのイヤホンが結構あって溜まっていっちゃうので、作業効率アップのため構成を変えたりして試行錯誤中です。皆様こんにちは、愛です。新年度になって色々変化がありますから、動画も変化があっていいですよね。どんな風になるんですか？前半のスペックなどの概要部分を音質比較動画の中で紹介することにしたよ。このチャンネルで本当に伝えたいことは音質についてなので、検索してわかることはさらっと紹介する程度にしてみた。そうなんですか。じゃあ早速始めましょう。今回レビューするユーグリーンハイチューン X6 は Amazon で5399円なんだけど、クーポン利用で3800円、4000円切る TWS でアクティブノイズキャンセリングを搭載なのがポイントだね。ノイキャン搭載で低価格で実用的なら外出時あまり気を使わず使えるから。ただ外音取り込み機能は非搭載なのがちょっと残念だね。では早速音質比較動画に行きますよ。今回のモデルはノイキャンオンとオフの時の音質変化が結構あったので、その比較をしつつその他の特徴についても同時にお伝えしています。ではどうぞ。波形比較の前に低価格モデルのアクティブノイズキャンセリングって効果あんの？って気になるとこだと思うんだけど、結論から言うと効果は体感できた。音楽をかけずにスーパーマーケット内で使用してみて、周囲の騒音、店内アナウンスなど結構低減され、オフの時との差も感じられた。これは JBL ライブフリー2のアクティブノイズキャンセリングとの比較なんだけど、低域の効果に結構差があって、体感的にもライブフリー2の効果には勝てないね。まあ価格差が3倍以上あるからそこは仕方ないところ。とはいえ耳栓代わりに使うのではなく、曲を聴きながら電車、バスなどの邪魔な走行音の低減には一定の効果があるのは確か。なのでこの価格帯ではまあ合格点だと思った。マイナスポイントはノイキャンオンにしてちょっと風が強いと風切り音が結構するので、風が当たるシチュエーションではノイキャンは切った方がいいでしょう。あと波形比較からも読み取れるけど、ライブフリー2に比べちょっと遮音性が低いかな。次はノーマルモードとゲーミングモードの時の音質変化がこんな感じです。タッチ操作のイラストには EQ って書いてあるから、ゲーミングモードは低遅延になった上音質変化もあるってことなんでしょうね。広域がちょっと抑えられて低域から中域が持ち上がる感じなので、ドンシャリ感が薄れて人の声を聞き取るにはこっちの方が自然な気がします。ちなみにテレビドラマ視聴はセリフがとっても自然に聞こえましたよ。あとゲーミングモードでは音量がちょっと下がりますね。まずノイキャンオフのブルーの波形は典型的なドンシャリ。TWS のチューニングって極端なものが多いけど、これも似たような極端さを感じる。低価格モデルももっとフラットに寄せたチューニングにすればいいのにと思っては見たものの、低域は強いけど音質自体はなかなかのものでちょっと驚いた。サブスク聞きながら外で使う人が多いという想定で Amazon Music の5バンドの EQ で低域の調整できるかやってみたところ、こんなセッティングで済んだので、他のサブスク付属の EQ でも調整は簡単だと思う。で、ノイキャンをオンにするとゲーミングモードの時と似たような感じで低域から中域が持ち上がり、高域がちょっと落ちる。体感ではノイキャンオンで高域の抜きが悪くなるので、効果はあるが音質も下がるという印象になってしまった。サブスク付属の EQ の高域を持ち上げればほぼ解決するとはいえ、ノイキャンオンでの音質変化が大きいのでちょっと手がかかる子だなという印象だね。
3000円台ということで全然期待していなかったんですけど、愛が主張した音質の第一印象はちょっと驚きました。低域は強いので EQ で調整したいですが、他の帯域に被る感じがあんまりないし、サウンドステージもなかなか広く、音の隙間に空間を感じることができたのが予想外でした。そうだよね。ブラインドテストだったらこれが3000円台のモデルの音質だとは思えないだろうね。低域の EQ 補正さえできれば十分普段使える音質だと思ったよ。エントリーモデルなので、とりあえず TWS でノイキャン付きが欲しいという人向きですね。いくつか TWS を持っている場合、特に1万円以上のモデルなんか持っていたらスルーでしょう。ただ、音質そのものはなかなかいいので、聞いてみたい人はどうぞという感じです。愛はイヤーファンエアープロを1年以上前に買って通学の時に随分使いましたけど、5000円台で元気な音でコスパ高いなぁと思っていました。ユーグリーン、ハイチューン、X6 は同等の機能で3000円台、音質もなかなかいいので進化してるんですね。サブスクの調整範囲の少なめな EQ でも低域をある程度削れば十分聞けます。そうだね。外音取り込みもあればさらに嬉しかったけどね。 TWS は通信性能と機能面での進化が早いので、低価格モデルを乗り継いで使っていきたい人の選択肢の一つとして有力だと思いました。ということで、アクティブノイズキャンセリング搭載低価格 TWS、ユーグリーン、ハイチューン、X6 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。